今日はオニオンフライを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、オニオンフライを作っていきたいと思います。こちらね、玉ねぎをフライにしていくんですけれども、衣がすごくサクサクになる方法や、あとは揚げ方のポイントなどもご紹介していきます。さらにですね、このオニオンフライにぴったりなソースレシピもご紹介したいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにオニオンフライの材料をご紹介します。材料はこちらです。玉ねぎ、小ネギ、炭酸水、薄力粉、片栗粉、顆粒コンソメ、ガーリックパウダー、マヨネーズ、ベーキングパウダー、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まず玉ねぎですね。今回は2つ合わせて約 500g の玉ねぎを使っていきます。こちらは目安にしてみてください。そして今回ね、オニオンフライなんですが、その他に小ネギも一緒に入れて作っていきます。こちらない場合はね、玉ねぎだけでもいいですし、その他に人参などを入れていただいても OK です。そして衣のポイントです。今回衣に味をつけていきます。味付けはコンソメ、ガーリックパウダー、こちらの2つで行っていきます。さらにサクサクにするためにベーキングパウダーとマヨネーズ、そして炭酸水を使います。こちらの3つを加えていただくと衣がとてもサクサクで美味しい仕上がりになります。それでは続いてソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。マヨネーズ、ケチャップ、ヨーグルト、蜂蜜、こちらの材料でソースを作っていきます。このソースはね、混ぜるだけなのですごく簡単です。ぜひ合わせて作ってみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにソースから作っていきたいと思います。ボウルにマヨネーズ、そしてケチャップ、あとはヨーグルト、こちらはプレーンヨーグルトです。そして蜂蜜を加えます。もし蜂蜜がダメな場合はこちらをお砂糖などで代用してください。そしてこちらをよく混ぜましょう。はい、OK です。これでソースの完成です。少しね、甘みが強いソースになりますので、お好みでね、塩コショウなどで味を整えていただいても OK です。こちらはお好みでやってみてください。それでは続いてオニオンフライを作っていきます。まずはじめに玉ねぎを切りましょう。こちらを半分に切ってください。半分に切ったらだいたいね、1センチ弱ぐらいの幅で切っていきます。芯の部分は切り落としてください。はい、玉ねぎはこのように切ります。厚みはだいたいこのぐらいですね。このぐらいを目安に切ってみてください。では残りもね、同じように切っていきます。はい、玉ねぎはこのように切ります。切り終わったらですね、手で適当にパラつかせておいてください。それではね、もう一つも同じように切っていきます。はい、玉ねぎはこのように切っておいてください。それでは続いて小ネギを切っていきます。まずですね、この根元部分を切り落としてください。小ネギをですね、きちんと洗って水分を拭き取ってからね、切るようにしましょう。そしたらこちらを半分に切って、そしてまた半分に切ります。あとは切り口を揃えてだいたい1センチ幅ぐらいで切っていきましょう。はい、小ネギはこれで OK です。それでは衣を作っていきます。衣に使う炭酸水なんですが、こちらを使う直前まで冷蔵庫でキンキンに冷やしておいてください。そうするとね、衣がサクサクに仕上がりやすくなります。それではまず粉類を合わせていきます。最初に薄力粉、続いて片栗粉、そしてガーリックパウダー、顆粒のコンソメ、そしてベーキングパウダーを加えます。こちらをですね、一度よく混ぜ合わせてください。今回ね、顆粒のコンソメを使ってるんですが、鶏ガラスープの素などを使っていただいてもいいかなと思います。はい、このようにしっかり混ぜてください。そしたらですね、こちらに炭酸水を回しかけます。そして混ぜましょう。ざっくり混ぜていきます。はい、OK です。このぐらい混ぜてください。そしたらここにですね、玉ねぎをまず加えてください。続いてここに小ネギも加えます。そしてこちらを混ぜていきます。小ネギはね、今回1本だけなんですが、2本ぐらい使っていただいてもいいかなと思います。これで玉ねぎ全体に衣を絡ませます。
はい、そしたらですね、すいません、マヨネーズを加えるのを忘れてたので、マヨネーズを今加えていきます。皆さんは玉ねぎを入れる前に衣の中に入れてください。でね、私みたいにもし忘れちゃった時は後から入れていただいても大丈夫です。これでよく混ぜてください。こんな感じで混ざれば OK です。それでは揚げていきます。まずフライパンの底からだいたい1センチから1.5センチぐらいの油を注ぎ入れてください。結構ね、油多めに使っていくので、小さめのね、小鍋で数回に分けてやっていただくと油の節約になると思います。そしたら火にかけます。火加減中火です。このまま油を170度ぐらいまで一度温めてください。はい、今ね、適温になりました。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクっと泡が出るぐらいですね。そのぐらいになってれば OK です。そしたらですね、お玉などを使ってこの玉ねぎをすくってください。そしてこんな感じでね、お玉に収まるぐらいになるように形を整えます。そして油の中に入れましょう。よいしょ。入れたらね、少し菜箸などで形を整えます。大きさはね、お好みの大きさで調整していただいて OK です。これでもう1個ね、入れたいと思います。入れたらまた形を整えます。大体ね、15秒ぐらいね、こうやって菜箸で押さえていただくと形が整うと思います。そしたらまずこのまま1分ほど揚げてください。すぐね、裏返したりしてしまうと形が崩れてしまいますので、まず1分ぐらいはね、動かさずに揚げてください。はい、で1分ほど経って下の部分がねちょっと固まってきたら裏返します。よいしょ。難しい時はね、こういったすくい網を使って裏返してみてください。よいしょ。両方裏返したらまたこのまま1分ほど揚げていきます。はい、で1分経ったらですね、あとはね裏返しながらいい感じの揚げ色になるまで揚げていきます。はい、トータルねだいたい4分ぐらいですね、揚げてみてください。これでいい感じの揚げ色になって表面がサクッとしたら取り出します。このように美味しそうに揚がってます。そしてね、こんな感じでサクサクに仕上がってます。こちらはこのまま油を切りたいと思います。それではね、残りも同じように揚げていきます。大きさによってね、適正な揚げ時間が変わると思いますので、だいたい3分から5分ぐらいを目安にね、揚げていただくといいかなと思います。2回目揚げるときはですね、こういったカスが出てると思いますので、その都度取りながらね、揚げてください。それではね、もう一つですね、衣がよりカリカリでサクサクに仕上がる方法をご紹介します。入れる時のポイントなんですが、こういった茶こしなどを使って余分な衣を落とします。そしてこのまま入れていただくことで余分な衣がないので全体的にサクサクに仕上がります。そしたらですね、こちらをこのまま逆さまにして入れます。で、先ほどと同じように菜箸などでこのようにね、形を整えます。でもう一つもねやっていきます。形を整えます。このようにしていただくとね、比較的衣がボテッとせずに全体的にねカラッとした仕上がりになります。こちらをやりやすいね、お家にあるものを使ってやってみてください。それでは1個裏返してみます。はい、そうするとね、裏面もこのようにカラッとした仕上がりになってます。もしね、茶こしがある方はね、茶こしなどを使っていただいてもいいかなと思います。ただ、あんまり切りすぎると、今度はね、玉ねぎ同士がね、バラバラになりやすいので、程よく切るぐらいがいいかなと思います。難しいと思ったらね、もちろんお玉や、またはスプーンなどでやっていただいても OK です。はい、で、今ね、こちら、網で入れたものとお玉ですくったもの2個ね、比較してます。こっちがね、網ですくって衣が少なくなってる方です。こちらがお玉ですくった方です。お玉ですくった方はね、このようにちょっと衣がね多めなんですけれども、その分ね形が崩れにくくなります。衣が多くても全体的にはカリッと仕上がりますので、お好みでやってみてください。はい、全部揚げ終わりました。大きさはねちょっとバラバラなんですが、全部で12個できてます。こちらをこのままですね、だいたい3分ほどですね、油を切ってください。はい、これでオニオンフライの完成です。こんな感じに仕上がりました。衣はね、このようにとてもサクサクに仕上がってます。お好みでね、ソースにつけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。それではソースにつけていただきたいと思います。
ただきます。もうね、サックサクです。すごく美味しいです。そして玉ねぎの甘みもすごく引き立ってます。今回ね、今ソースをつけて食べたんですが、このまま食べてもすごく美味しいです。サクサク。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のオニオンフライのポイントです。まず玉ねぎなんですが、今回だいたいね 500g の玉ねぎを使ってます。こちら多い場合はですね、全て半量で作っていただいても OK です。そして今回衣にですね、マヨネーズ、あとは炭酸水、そしてベーキングパウダー、こちらの3つを加えてます。この3つを加えていただくことでとてもサクサクに仕上がります。炭酸水に関しましては冷蔵庫でしっかり冷やして使うようにしてください。そうすることでよりサクサクに仕上がりやすくなります。そして衣ができたら玉ねぎを絡めて、そしてあとは揚げるだけなのですごく簡単です。揚げるときはですね、お玉またはね網などを使用して玉ねぎをすくって油の中に入れてみてください。入れるとですね、少し玉ねぎが広がる時があるので、菜箸などを使って15秒ほど形を整えていただくといいかなと思います。その後はですね、だいたい1分前後ですね、動かさずに揚げるようにしてください。すぐ動かしてしまうと玉ねぎ同士がバラバラになってしまいますので注意してください。大きさによってはね、2分ぐらいねそのまま揚げてた方がいい場合もありますので、裏返す時にちょっと怪しいなと思ったらもう少し揚げてから裏返してみてください。今回ね、お玉バージョンと網バージョンをご紹介したんですけれども、お玉を使うと少し衣が多くなって形が崩れにくくなります。網でやっていただくと余分な衣が取れるので、その分全体がサックサクに仕上がります。ただ衣を取りすぎてしまうとバラバラになりやすくなりますので注意していただけたらと思います。今回全部ね大きさはバラバラなんですが12個作れてます。こちらの数は目安にしてみてください。そして今回は手作りソースもご紹介しました。そのまま食べてもね玉ねぎの甘みが引き立ってすごく美味しいんですが、ソースもね味変で美味しいのでぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はオニオンフライを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。